プロデューサーちゃん、来たわよ。急な呼び出しなんて珍しいじゃないか。何があったんだい？ええ、昨日のニュースね。舞台の初日も控えてたのに無念だろうね。今日の話はそれと関係があるのかい？なるほどね。力になってあげたいところだし、名指しだってんならなおさらだ。だけどあの舞台って確か日程は。とすると準備できるのは明日の1日だけ。いや、今日を入れれば2日間か。引き受けるとしたら少しばかり覚悟しないといけないね。プロデューサーちゃん、今回の依頼誰から来た話か聞いてもいいかしら？あははは、ご友人かどうかは怪しいもんだけどさ、あいつに歌詞を作れる機会だってんならちょっと頑張っちゃおうかしらね。いいえ、深い意味などありません。ただあなたのお耳に入れておきたくて。安心なさってください。私だけは常にあなたの味方なのですから。はあ、ダメね、まだ猿真似だ。急な代役だって許してもらえるんだろうけど、そしたらあいつにまた言われるわね。アイドルになって焼きが回ったかって。スケジュールの調整ありがとね、プロデューサーちゃん。用事が済んだらあんたは帰りなよ。もう夜も遅いだろ。あんまり根を詰めすぎると明日の場当たり稽古で燃え尽きちまうんじゃないかい？頑固そうね。分かったよ。さて、玄人ならば修羅場でこそ笑え。あんたと一緒に乗り越えてみせようじゃないか。花村翔馬よ。今日から参加させてもらうわ。よろしくね。ちょっと混ぜっ返さないでおくれよ。最初くらいきちっとしてたっていいじゃない。世辞は芝居を見てから言っとくれ。付け焼き場がボロボロ剥がれ出すかもよ。白鶴ちゃんが座長だからね。座組にも知り合いが多いのよ。おい、花村。あら、白鶴ちゃん。うるせえな。頼んだのは俺だが引き受けたのはこいつだ。俺の舞台でチャラチャラした芝居見せんじゃねえぞ。代役なんて関係ねえ。客は金払って見に来てるんだ。あら、言われなくても分かってるわよ。だから私を呼んだんでしょ。たとえどんな状況だろうとてめえの命張って舞台に立つことに変わりはない。半端な演技なんか見せられるもんか。あんたのためじゃなく私自身のためにね。
あらやだ、プロデューサーちゃんたら。今は美容パック中よ。覗かないでね。ありがとう。そうだ、プロデューサーちゃんにも1枚あげるわ。お互い寝不足で当日を迎えることになるんだから、せめて休憩時間に悪あがきしとかないとね。まあね。けど実のところあれもパフォーマンスよ。派手に立ち回っただけ。あらを探せばいくらだって出てくる。アクツルちゃんは気づいてたわ。明日の本番までに時間の許す限り猛特訓しないと。舞台にもお客にも申し訳ない。役者もスタッフのみんなもプロデューサーちゃんも、私を眩しい光の中に立たせるために頑張ってくれてるんだから。まずは明日の本番、気合い入れてくよ、プロデューサーちゃん。見たわよ。録画して見ちゃったわよ。褒められるのって私好きよ。代役だからって下駄履かされてるのは感じてるし、少し悔しいけどね。それでも見に来てくれたお客さんが舞台を楽しんでくれたってんなら、それ以上のことはないわ。あら、他人事みたいに言ってるけどさ、あんただって舞台を作り上げた人間の一人なのよ。私を信じてこの仕事を任せてくれて、そしてずっと私を支えてくれてありがとね、プロデューサーちゃん。これからもあんたの持ってくる仕事はきっちりこなしてみせるからね。